本日はこの綺麗な青い宝石がついたヘアピン構造の謎のアクセサリーを検証する動画です。この宝石がついていたアクセサリーがとっても気になる構造です。本日はこの綺麗な青い宝石がついた謎のヘアピン構造のアクセサリーを検証する動画です。宝石も綺麗なので気になるところではあるんですが、実はこの宝石がついたアクセサリーがとっても不思議な作りをしています。これはヤフオクのジャンク屋で発掘したんですが、おそらく年代物で刻印は純銀。でも宝石をはめた石枠は金色に輝いています。もしかしたらこのパーツだけ金かもしれない。この純銀刻印だけど金が取れるんじゃないかをテーマに検証していきます。検証スタート。外観の様子と考察。とてもキラキラした綺麗な宝石がついています。あと特徴的なのがこの構造。この作りを見て最初これヘアピンなのかなって思ったんですけれど、これ頭につけてたら多分この鎖と宝石がおでこに当たってなんか変だと思うんですよね。とりあえずスマホ用のマクロレンズでもっとよく見てみましょう。はい、いきなりなんですけども、見た感じこの引き輪というパーツは多分銀とかではないっぽいです。なんか真鍮みたいな感じです。続いて鎖と本体の方は銀製品の特徴の一つである黒ずんだ色をしています。そしてこの宝石がついたこの石枠は綺麗な金色をしていて、もしかしたらこのパーツだけ金なんじゃないかな、ここから金が取れるんじゃないかと思ったわけなんです。というのはこの爪の端っこだったりかなり際どい部分もちゃんと金色なんです。経験上銀に金メッキをした製品、どうしても長い時間をかけて色が変化してしまったものが多いので、その変化が起きずにずっと金色を保っているのはかなり大変なんです。ただちょっとわからないのはこれが一体何なのかということです。多分これ昔のネクタイに挟むタイバーだったんじゃないかなと思います。昔だからバネなどの複雑な構造にはハードルがあって、代わりに手作りでできそうなこのヘアピン構造を採用していたんじゃないかなという考察です。他に事例があればいいんですが、私はこの構造は初めてなので正確にはちょっと分かりません。あと刻印が独特ですね。文字を右から読む仕様だし、この字のフォントの刻印も普段見かけないやつです。なのでこれ相当年代物で、多分なんですけども明治、大正、もしくは昭和初期頃の品ではないかなと思っています。ただそう考えた時にこの引き輪は年代的に矛盾するのかなとも思います。この小さなパイプ状の加工とバネの組み込みは技術的にも結構難しそうです。現在でも
これを貴金属で再現することのコストを払えない国ではチャッカムという手で無理やり曲げてくっつけるネックレスのパーツがあります。刻印はないんですが、そもそも引き輪と鎖の素材が揃っていないようなので、後からつけたものの可能性もあります。懐中時計の古い鎖と引き輪を以前見たことがあるんですが、もっとごっつい感じで、確かチューブが四角だったと思います。もし知っている人がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。破壊検査では、早速試金石に削って素材をチェックしてみます。この金色の石枠を少し削ってみて、感触は結構いい感じですね。柔らかい感じです。ではテスターをちょびっとつけます。薄いけど消えずに残っていますね。これは金の可能性が高いです。宝石の取り外しと石枠の分離では、万力に固定して爪を起こし宝石を取り外します。時計の裏蓋外しでやったんですが、先がうまく入りませんでした。なのでドライバーの先端を当ててから軽くハンマーで叩きます。これで爪が浮き上がりました。ピンセットで宝石を回収します。透明感があって非常に綺麗です。この宝石は何なのか分かりませんが、なんとなく合成石っぽいですね。合成スピネルとかなんでしょうか。石枠は内側が変色していてちょっと心配になりました。あと石枠と鎖をつなぐ丸カンは銀のようですけど、ロー付けの色も金色です。ということで石枠を本体から完全に分離して内部を検査してみます。結果、石枠はやはり金の可能性が高いことが分かりました。ただこの時点で金の品位は分かりません。赤みが強いので、もしかしたら低品位なのかもしれません。ご覧の通り引き輪は緑青が出てしまいました。これは金ではなく真鍮や銅、ニッケルなどの合金の可能性が高いです。宝石の洗浄では、せっかくなので宝石を洗浄機で洗浄します。終わったらよく水ですすいでよく乾かします。とても綺麗になりました。一応 USB 顕微鏡で見てみましたが、パッと見の透明感と同様に顕微鏡でもその透明感が際立っていました。倍率を上げると研磨傷だか成長線だかわからないものが見えました。なんとなく合成石っぽいです。 UV ライトを当てて蛍光性を見てみましたが、幻想的な強い反応が見られました。この辺もちょっと合成石っぽいですね。査定結果を発表します。純銀刻印が 6.8g、1200円。実はこれ純銀はわずか 1g ほどで、多分鎖だけなのか。今回はシルバー900の買取評価となってしまいました。ち
金色のパーツ 0.46g 2900円。10金の買い取り評価でした。エンディング。刻印が全く当てにならない結果となりました。この辺は多分ヘアピン構造なので、使用する上で純銀だと柔らかすぎるからなのかなと思われます。ただ金色のパーツには刻印がなくとも金が使用されているので、とても嬉しかったです。はい、いかがでしたか？今後もジャンク品の中から価値を見つけ出す動画を投稿していきます。面白かった、役に立ったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。